皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。現在、アメリカのトランプ大統領がプーチン大統領との間でウクライナ停戦協議を図っています。しかし、いよいよ協議が破綻しようとしています。今回の動画ではその他、ウクライナ国産兵器についての動向も見ておきましょう。まず最初に取り上げるのは、トランプ外交が破綻しそうになっていることです。BBC ニュースより、ウクライナ和平協議、近く進展なければ、アメリカは仲介やめるとルビオアメリカ国務長官。マルコ・ルビオアメリカ国務長官は、ロシアとウクライナの停戦仲介について、和平合意に到達できるという明確な兆しがない限り、アメリカは数日中に仲介の取り組みから手を引くと述べた。ルビオ氏は、アメリカとしては戦争終結を助けたいものの、進展の様子が直ちにないなら、アメリカは仲介を打ち切る用意があると話した。この取り組みを何週間も何ヶ月も果てしなく続けるつもりはないとも述べ、アメリカには注力すべき優先事項が他にあるのだと釘を刺した。国務長官は短期間でこれが実行可能なのか、素早く判断しなくてはならない。素早くというのは数日中にという意味だと記者団に言い、もしそれが実現しないなら、我々はただ単に仲介から離れていくだけだと求めた。ルビオ氏はさらに、和平合意の成立が難しいのは明らかだが、速やかに可能だという印が必要だと話した。仲介打ち切りに関するルビオ氏の発言の数時間前には、ウクライナの鉱物資源について、ウクライナとアメリカとの取引合意に向けた意向表明の覚書に、両国の経済担当閣僚同士が署名したと、ウクライナ側が発表したばかり。ウクライナ側の経済担当閣僚大臣は、アメリカのパートナーと交わしたこの覚書は、経済連携協定とウクライナ復興のための投資基金設立へと道を開くものだと書いた。両国は覚書で4月26日までに鉱物取引を最終的にまとめると合意している。覚書は天然資源の扱いについて詳しく触れていないものの、常にリークされている内容からは、取引の対象は鉱物資源にとどまらず、ウクライナのエネルギー、インフラや石油や天然ガスも含まれると予想される。トランプ政権はこれまでロシアとの停戦にあたり、ウクライナのその後の安全を保障することに抵抗してきた。これについて覚書は、アメリカ国民はウクライナ国民と共に自由で安全な主権国家ウクライナにおいて投資したいと願っていると表明。アメリカとウクライナは、ウクライナにおいて恒久的な平和を希望し、両国民と両国政府の間の持続可能な協力関係を希望しているとも述べる。ウクライナの安全を保障するかどうかについて、ホワイトハウスはかねて、鉱物開発のためアメリカ企業がウクライナ国内で活動していること自体、ロシアの攻撃への抑止になると主張している。ただし、2022年2月に、ロシアがウクライナ全面侵攻を開始した際、アメリカ企業の存在は抑止効果を持たなかった。トランプ大統領は自分が大統領になれば24時間でウクライナの戦争は終えることができるという話をして大統領選挙を戦っていました。しかし大統領に就任して24時間で何も変わらず、その後、いやいやあれは冗談みたいなものだったという話をして4月20日までに何とかするという話へと期限を延ばしてきました。しかしその4月20日においても特に何か大きな出来事が起ころうともしていません。現在プーチン大統領との停戦協議においてはプーチン大統領主導で話が進んでおり、しかもそれは合意を目指した話し合いではなく、時間稼ぎをするといった目的のもとに外交交渉が続けられています。そうしたロシア主導での停戦協議において、もはやアメリカ主導で何か物事が決まりそうもないといったこともあって、ついにアメリカ側が痺れを切らそうとしています。このようなことになっている背景というのを解説すると、完全にトランプ外交のやり方の問題が失敗していたからです。トランプ大統領は停戦協議にあたって圧力のかけ方を明らかに間違っています。ウクライナに対して圧力をかけ、一方においてロシアに対しては圧力をかけていません。ロシア側に対しては戦争犯罪について黙認するし、軍事侵攻してその領土を占領していることに関しても、ここに異議を挟まないものとしています。その上でロシアに対する制裁解除についても検討の余地ありとして、基本的にはなるべくロシアの意向に沿う形での話し合いを続けてきました。しかし、それに伴ってロシアの機嫌を損なわないようにとウクライナに対する軍事支援を新規の案件としては一件も発動していません。現在、トランプ政権においてはウクライナ支援のための予算を議会で一切獲得していない状況です。また、共和党の議員がレンドリース法武器貸与法を用いて
ウクライナを支援する方策を図ってきましたが、その法案についてもトランプ政権下では採択に至っていません。ですから、何らロシアに対する軍事的な武力的な背景を持たない状態になっているのです。一方でウクライナ側に対しては、何度となく批判を繰り返してきました。戦争を始めたのがあたかもゼレンスキー大統領であるかのような話を繰り返し行いますし、プーチン大統領がゼレンスキー大統領を降板させようという主張を繰り返していることから、トランプ大統領もまたゼレンスキー大統領に対して選挙なき独裁者だという批判もこれもまた何度となく繰り返しました。さらに、ウクライナの鉱物資源取引をめぐっては、アメリカに対する感謝があまりにも足りないとして批判を繰り返し、一時的に軍事支援も情報支援も完全に止めることを行いました。なお、この時止めた軍事支援について言っても、トランプ大統領が決めたものではなく、バイデン政権下において決まったものが今時間差で届いているものに過ぎません。トランプ大統領は、トランプ関税の時においては非常に強い要求を相手に投げかけて、そこから相手に協議に引っ張り出すという手法を用いています。ところがロシアに対してはそうした意味では完全にやり方を間違えているがために、そこをプーチン大統領に見透かされてしまっています。トランプ関税と同様にして、もしも停戦協議に乗らないのであるならば、ウクライナに対して猛烈に軍事支援するぞといった非常に高い要求を突きつけることによって交渉の席に引き出すといったことが本来のやり方としてはトランプ大統領的な行動だったはずです。今のままでは自分たちの思い通りに動かないからと、このままウクライナに対する軍事支援を行わないままで関与をどんどんと減らしていく危険性が高まっています。それは結局のところ、他の国に対して軍事侵攻してもアメリカは一切気にしないという間違ったメッセージを送るものであり、ロシア以外の軍事力を用いることを想定している国にとっては、非常に都合のいい前例となってしまうでしょう。次に、ウクライナの国産兵器生産の取り組みについて、フォーブスの記事より、ウクライナが国産榴弾砲の生産増強、自走式を月に40両、ロシアと同水準。ロシア・ウクライナ戦争において、ロシア軍が戦闘で被っている損害は最近まで、ウクライナ軍の大砲によるものが大半を占めていた。その役割は、今ではドローン、無人機が果たすようになっている。これは、ウクライナ軍が戦闘で榴弾砲をかなりの数失ったことも一因だった。だが、ウクライナはそれに対処し、国産の 2S22 ボフダナ自走榴弾砲を大量に配備する能力を高めている。この進展は、ボフダナの生産過程の見直しによるものであり、ウクライナは今や榴弾砲生産をリードする国になっている。大砲とドローン、歩兵を組み合わせた戦術は戦闘において強力な効果を発揮するので、ウクライナ軍にとってこうした兵器の生産能力は極めて重要なものである。生産増強の取り組み。ウクライナは現在、ボフダナを月に40両生産する能力がある。ボフダナはトラックの車体に射程40キロを超える155ミリ砲を搭載した構成になっている。2016年に開発が着手され、2022年から配備され始めた。改良型は自動装填装置が搭載されている。ウクライナがボフダナの月産数を40両まで増やしたのは、他国の榴弾砲の生産能力と比較すると大変な偉業だということがよくわかる。もともと防衛産業が確立し、巨額の軍事予算を計上しているロシアも、榴弾砲の月産数は同じく40門程度と推定されている。フランスによるカエサル自走榴弾砲の月産能力は8両。ドイツによるパンツァーハービステン2000自走榴弾砲の生産能力は年間でわずか5から6両にとどまる。BAE システムズは米軍に M109A7 自走榴弾砲を216両納入するのに54ヶ月かかったので、これは月産4両ということになる。現代の戦場での大砲の必要性。イギリスの王立防衛安全保障研究所の報告書で、ロシア軍の装備の損害は、ウクライナ軍の戦術ドローンによるものが60から70% を占めるようになっていると指摘した。ドローンがウクライナ軍にとって不可欠な装備品になっているのは確かだが、この数字はウクライナ軍で大砲が不足し、砲弾なども節約されているために膨らんでいる面もあると考えられる。現代の戦場において大量の大砲を配備する能力は決定的に重要な要素である。ロシア軍もウクライナ軍も最大限の効果を上げるために大砲とドローンの統合運用を洗練させてきた。偵察ドローンは電波妨害が届かない高度を飛行し、高性能な光学機器を用いて敵の車両や部隊を探知する。その情報に基づいて
大砲とドローンが連携して目標を攻撃し敵部隊を制圧する。大砲は小型ドローンに比べると命中精度が劣る反面、砲弾は大抵のドローンよりも安く、より重い弾頭を撃ち込める。さらにジャミングに影響されないなど、いくつかの優位性もある。大砲は歩兵の作戦、とりわけ領域の確保を目的とした攻撃の支援でも極めて重要な役割を果たす。ある領域を支配下に置こうとする場合、ウクライナ軍は前進してロシア軍を排除する必要がある。ドローンが重要な装備を攻撃するのに優れている一方、大砲の弾幕射撃の圧倒的な火力はロシア軍を要塞陣地や車両から追い出せる。ロシアが2022年2月にウクライナに対する全面侵攻を始めた時点で、ウクライナが3年後も戦っていると予想していた人はほとんどいなかった。ウクライナの強靭性を支えている重要な要素の一つは、技術と戦術の両面の革新力である。ドローンや電子戦が注目されがちだが、ウクライナの榴弾砲生産の急速な拡大も同じくらい目を見張るものがある。ボフ棚を毎月40両作るウクライナの生産能力はロシアに匹敵し、どの西側諸国も凌駕している。他の防衛分野の進歩とも相まって、榴弾砲の増加は、ウクライナ軍が変化の激しい戦場で持ちこたえ、適応していく能力を高めている。戦争の長期化に伴って、ウクライナ国内における軍事産業は確実に強化され続けてきました。もともとソ連の大きな枠の中においても、ロシアとウクライナは双方ともに軍事技術が高い状態にあり、ソ連崩壊以後においても、ウクライナにおいては、軍需産業はある程度のレベルで保たれてきました。しかし、石油や天然ガスといった確実にお金になる資源の量ではロシア側が圧倒していますから、ロシアとウクライナとの国力値は1対10、場合によっては1対20と評価する人もいます。だからこそロシアが全面侵攻した際には、ウクライナはすぐに滅亡するだろうと考える人も多かったわけです。しかし、ウクライナ自身の戦う意志と海外からの支援とも相まって、現在でもなお、ウクライナ軍は抵抗を続けています。その中でウクライナの防衛産業の発達も進んできたというわけです。今回の話は榴弾砲の話だったわけですが、同じく砲弾について言っても国産化が進められています。2022年の段階においては、他国からの支援によって、ウクライナの砲撃戦は支えられていました。徐々に国産化が進められることによって、現在では3割程度についてはある程度国産の砲弾を用いて砲撃戦が行われています。また、近距離戦において戦車や装甲車を撃退するのに非常に役立っている小型ドローンにおいては、年間生産が300から400万機のレベルまで生産能力が高まっているそうです。ただし能力があったとしてもそれを発注し続けるだけの経済力という意味においては、ウクライナは非常に苦労しているわけなので、そのあたりについては引き続き支援が必要でしょう。また、人数的に言っても、総人口が多いロシア側の方がより人海戦術に耐えるだけの余力がありますから、やはりそこの面においても、基礎国力だけではなく人口においても、ウクライナが戦い続けるためには援助は未だに必要です。ただし、逆に言えば、国力が10倍以上の相手に対して他国からの支援も入れば十分に戦い続けることが証明されているわけであり、その戦い続ける条件としても軍事技術の発達がこれに大いに貢献しているのは間違いないでしょう。こうした実際の戦闘を通して発達した技術や教訓などについては、机上の空論を超えたものが当然あります。現在日本はウクライナに対しては経済人道支援だけですが、軍事支援も行うことを議論し、その見返りとしてこうした技術的な協力体制を整えるといったことも、自衛隊の実際の戦闘能力を高める上では私は重要だと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。